どうも皆さん、こんにちは、直弘です。今日は東京、日本の都市が抱える問題について少しお話ししたいと思います。一言で言えば、都市と人の関係性をもう一度リデザインすることです。普段都市の分析をしたりデザインなどをしていますが、肩書きは置いといて一人の都市、街づくり好きとして聞いてもらえたら嬉しいです。例えば東京の満員電車、朝や夕方のラッシュは本当に人が多いですし、友達と会うときはなぜかいつも中心に集まります。東京で暮らしていると、これは仕方がないと思いがちですが、果たして本当にそうでしょうか。東京の人口はまだ増え続けているように見えますが、実は2030年あたりをピークに減少に転じると言われています。日本全体では2008年から人口減少が始まっていて、東京都23区も2035年頃約1000万人がピークになると見込まれています。数字は多少前後しますが、東京でも人口が減っていく時代が近づいている。でも、じゃあどのように都市、私たちの生活を考えるかとしたとき、正直まだはっきりした答えは出ていないように感じます。そこで思ったのが、逆の時代を見たらどうだろう。人が一気に増えて街がどんどん変わっていったあの時代、1960年頃のことです。その頃、建築家、デザイナーたちは都市の未来を考え、メタボリズムという構想を打ち出しました。1960年代の日本、街はどんどん広がって戦後の復興から未来に向かっていった時代です。その頃登場したのがメタボリズムという考え方。建築家の丹下健三さんや黒川紀章さんらが提案した建築、都市の未来の形です。海の上に都市を築く、空中に建物が広がる、そして一つの街になる。まるで SF の世界のようなアイデアばかりで、当時またその後に世界中のクリエイターに影響を与えました。しかし実際にはあまり実現せず、建物は大きすぎたり技術が追いつかなかったり、さらには水俣病などの公害問題の影響で工業化へのイメージも悪くなってしまったこともあります。それでもメタボリズムの面白さ、重要なポイントは形そのものではなくて、そのコンセプトにあるのではと感じてます。都市を一つの生き物、生命体とする発想です。建物もエリアも都市全体もまるで呼吸するようにつながり、必要に応じて数や形を変えていく。もう一つ大事なのが人口地盤という考え方です。人口が増え、土地が足らないから大地の上に人工の地面を増やす。そして重ねることでそれが建物になります。こうしてできる建物の延べ床面積がある意味その土地の本当の広さなのかもしれません。地図や 3D マップだと建物の形は見えますが、この本当の広さまではなかなか見えてきません。この視点で現代の東京を覗いてみましょう。東京の中から2つのエリアを比べてみます。まずは新宿。見ているこの1平方キロメートルのグリッドに延べ床面積を足すと 6.27 平方キロメートル。その 70% 以上がオフィス用途です。まさに仕事のための空間がぎゅっと詰まったエリアです。一方、阿佐ヶ谷。こちらの延べ床面積は 1.72 平方キロメートル。60% 以上が住宅用途で暮らしのための空間が中心です。同じ1平方キロメートルという地図のサイズでも、中にある空間の量も使い方もこれほど違う。同じ東京の中でこれだけの隔たりがある。これこそが東京が今抱えている問題の一つなのかもしれません。東京23区を 1km ごとのグリッドで分け、延べ床面積を 3D 表示したものです。土地の5、6倍もの空間が積み上がるエリアもあります。この隔たりは東京だけでしょうか？
ロンドンでは延べ床面積は中心に集まりつつも、集中エリアの範囲は限定的です。パリやバルセロナでは都市全体にわたって比較的均等に空間が積まれていて、バランスの取れた構造が見て取れます。それに対して東京は高密度なエリアが広範囲に広がり、しかもその重なりが桁違いに大きい。この重なり、隔たりこそが東京という都市の構造的な課題の一つかもしれません。この面積に関してはデータ、計算の方法によって変わってきますが、おおむね方向性は変わらないと考えてます。東京の隔たりを少しでも正すために、もう一度メタボリズムの計画案からヒントを探してみました。丹下健三さんらが提案した東京計画1960。彼らは都市の問題は中心を作るから生まれると考え、だからこそ中心ではなく一本の軸、アーバンアクシスから都市を作ろうと計画しています。その軸に沿ってオフィスが細長く伸びる。そこから枝のように道路が広がり、横に住宅エリアが展開していく。都市がオフィスと住宅をバランスよく増やしながら成長する、そんな仕組みを描いていました。当時、丹下さんが軸としたのは高速道路。でも、現代の東京で都市の軸となっているのは、やっぱり鉄道や地下鉄だと思います。また、両方の都市構造も、オフィスと住宅は遠く離れ、多くの人が車や電車で長期通勤をしている。東京が抱える課題は同じなのかもしれません。だからこそ発想を変えてみる。アーバンアクシスをオフィスから住宅エリアに広がるよう展開し、現代の東京の人々の足になっている鉄道網を現代のアーバンアクシスと見立て、その沿線にオフィスを展開する。そうすればオフィスと住宅はもっと近くなり、移動に頼らない都市の姿が見えてくるかもしれません。都市をどう調整していくか、その答えを探すためにもう一度原点に戻って人口をベースに考えてみることにしました。まずはエリアごとに生産年齢人口を割り出します。ざっくり1人当たり10平米のオフィスが必要と仮定して、そこから潜在的なオフィス需要を出してきます。次にそのエリアにすでにあるオフィスの延べ床面積を引いてみると、足りないのか逆に多すぎるのか、需要と供給の差が見えてきます。そして最後にそのエリアごとの数字を最寄り駅ごとに集め直します。そうすると駅単位でのオフィス需要供給が見えてきます。今映っているのは東京23区内の鉄道地下鉄の路線と駅のマップです。ここに最寄り駅ごとに集計した結果を表示してみると、このようになります。青いバーは人口に比べてオフィス面積が多すぎる確保給の状態。赤いバーは逆に不足している、もっとオフィス面積が必要な状態を示しています。なお、今回正確な延べ床面積のオープンデータが存在しなかったため、建物の建築面積と階数から測定しています。おおよその傾向を見せるためのモデルと見てください。駅ごとの需要と供給の差をもとに過剰なオフィス面積を都市全体で再配分する、そんな都市のイメージを描きました。新たなオフィスは建物の高さは一定の上限を設け、アーバンアクセスとした鉄道網に沿って再配置されます。人口をもとに必要な場所に必要なだけオフィス機能を柔らかく分散させていく考え方です。こうした配置や構造は、例えば5年ごとの国勢調査のタイミングで見直していく。都市のバランスが少しずつ更新されていくべきかもしれません。少し具体的に見ると、赤く示されているのが住宅のエリア、青は主にオフィスが集まっているエリア。日々の生活はこの住宅とオフィス2つのエリアで成り立っています。買い物や飲食、病院など
日常に必要な公共機能は地上階を中心に広がっているイメージです。普段の行動圏内は基本的に2キロから4キロ程度で、たまに別のエリアに行く、そんな日常のリズムで生活を形作っています。最近ではヨーロッパの都市を中心に15分圏内の街づくりやウォーカブルな都市が注目されていますが、日本の都市で実現するには既存の都市構造を少し調整する必要がありそうです。ここまでの提案をダイアグラムでまとめてみました。まず、離れて配置されていた住宅とオフィスをできるだけ近づける。現在は駅の周辺の建物は高層化が進んでいますが、一定の高さ制限を設けることで密度のバランスを整えます。新しいオフィスエリアは線路沿いに展開。一方で住宅エリアは市街地全体に分散しながら、こちらも高さを抑える設計です。そして1階2階などの地上階は買い物や飲食店などの商業エリア、日常に必要な生活機能を配置。これらの生活エリアが都市全体に緩やかに広がっていくような構成を目指してます。どうでしょうか。これが僕の中にある都市のデザインプラン、東京計画2025メタボリズモです。都市計画といっても、これまでのマスタープランのように建物や道路を作って完成ではなく、更新されていくデータに沿いながら都市の形を変えていく、都市の建物の用途や場所が都市全体の一部として考える、成長する都市であってほしいと思ってます。この案が誰かの何かのきっかけになればすごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた。チャオ。